許しておくれ。こんな母に人並みの墓はいらぬ。ただ一つ、いつの日にか母を許してくれる気持ちになったら、その印として林道の一輪を手向けておくれ。母がこよなく好きな林道。この世に母とゆかりの者がいる。自分のほかに。京四郎は心の中に静かな波紋が広がるのを感じていた。子供に逃げられましたな。私の顔がよほど異常と見える。顔形ではありますまい。そこもとの体には血の匂いが漂っていなさる。私に血の匂いが。子供は正直なものじゃ。どうじゃな。私の宅はすぐこの近く。お立ち寄りくださらぬか。いや別に他意はない。近頃茶事の真似事にうつつを抜かしましてな。これにはぜひとも客を必要といたす。ご足労願いたいというのはただそれだけの魂胆に過ぎ申さぬ。もとより茶道はいささかもわきまえぬ客。いかようとも軽蔑なされたい。茶道はわきまえずとも飲む姿勢に寸分の隙もない。茶道と剣およそかけ離れてはいるが相通ずるものがある。それ健全一致とか申すではないか。私は眠り京四郎と申すスロー人。お手前の名を受けたまわりたい。失礼だがそのお名前は偽名と存ずる。よって私も楽水楼と申す茶道楽の字と覚えておいていただこう。ご趣味に合わぬかもしれぬがご承納くだされ。
中高と申す。気が向かれたら一人聞きなさるとよい。こう聞けば剣気が静まるとでも。突然京四郎のまぶたの奥に深紅の稲妻がひらめいた。母が自害した時の一コマがまざまざとよみがえったのである。それは14年前祥雲寺の同じ離れであった。坊ちゃま、坊ちゃま。おかわいそうに。坊ちゃま、母上様をこんな目に遭わしたのはおじい様でございますよ。松平門殿将と申され、大目付という高いご身分のお方でございますのに、我が子にこんなむごい仕打ちをなさるとは。25年前松平門殿将はバテレン・ジュアン・フェルナンドに痛烈な拷問を加え、ついに転ばせたが、密かに復讐の執念を燃やすフェルナンドは門殿将の一人娘を犯した。娘が身ごもったのを知った門殿将は驚きと怒りのあまり、一時はその命を絶とうとまで決意したが、家名を汚すことを恐れ密かに祥雲寺に追いやったのである。底本の体には血の匂いが漂っていなさる。あの男が母を死に追いやった。いらっしゃいまし。酒だ。眠り京四郎殿だな。そちらでご存じなくても、それがしは見つきがかりでやっと探し当てた。あ、いや、眠り殿一人以外に頼めぬことがあっての家だ。お待ちどうさまでした。いかがかな、お近づきの印に。酒は一人で飲むことにしている。なるほど。さよう。今から1年少し前、外国から輸入した金60貫によって悪化を鋳造し、私腹を肥やそうとした老中水野の企みを阻止するために、密かに金を隠し、自らの命を絶った勘定奉行がいた。その隠し場所をご存知のはずだが。知っている。それを教え願おう。条件はそちら次第。忘れた。思い出していただこう。忘れた。いずれお教え願うことになろう。おじさん、お酒。ねえ、お酒ちょうだい。やめときなよ。もうだいぶ減ってるじゃねえか。毒だよ。親切ごかしに断るなんて。
いや、空いてら。死なんじゃいけねえやな。お前さんが体壊したら坊や一体どうなるんだ。よしてくれよ。このことは口にしないでくれ。さあ、飲ませるの？飲ませないのかい？しょうがねえな。恩抜きすやがって。ごめんなさいましね。女だったらに管巻いて。あ、これいっぱいきりだよ。ああ、すっかり飲んだくれになっちまいやがって。噂じゃもう5年前までは深川芸者で5本の指入ってたっていうのは本当かね。ねえ旦那、かわいそうって言えばかわいそうな女でございますよ。生実家と一品に生まれたばっかりにお上の無理強いでバテレンを転ばす道具に使われて、あげくの果てが飲んだくれのよろし違いだ。その上因果なことに赤毛の子供を産み。親父、坊やというのはその子のことか。いくつになる？確か4つか5つで。お酒。ねえ、おじさん、お酒ちょうだい。いっぱいきりつったじゃねえお願い、飲ましてよ。か。ダメだよ。借りはきっと笑うからさ。やめときな。飲ませてやれ。どうぞ。さっさとつけとくれよ。ご親切に飲ませてやれっておっしゃったじゃないか。ああ、手がつけらんねえな。京四郎様がおいでのよしでございますが。あれ、たった今お出かけで。一旦お出かけになったが最後いつお帰りになることやら。ま、入んなさい。お待ち申しておりました。なぜ来た？京四郎様の使いではなかったのでございますか。昨夜遅くお迎えに参りましたとの口上で駕籠が来てくれました。お名前はおっしゃいませんでしたが、私は京四郎様と思い込み、院大様もすぐに行くようにとのお言葉、用を徹してお昼ごろこちらに。どなたなのでございましょう？京四郎には
迎えを差し向けた人物が直感的にひらめいた。祖父松平主殿正の顔がはっきりと浮かんだのである。そして言い知れぬ反発を感じた。人の心の中に断りなく入り込むそのぶしつけが気に入らん。そなた体を。ほんの風邪気味、大したことはございません。戻ってはいけなかったのでございましょうか。明朝東慶寺へ戻ることだ。嫌でございます。たとえ何が起ころうともここを離れませぬ。美穂代は京四郎様の妻でございます。待ってください。一杯付き合ってくださいまし。ボロ切れみたいな私にあったかい情けをかけてくださったのはたった一人あなた様だけでした。たとえ一口だけでもお願いです。おいしい。こんなおいしいお酒生まれて初めて。さあ飲んでくださいまし。あらごめんなさい。おじさんお酒持ってきて。はい。なんてぶっちょずらしてんのさ。さあ。はいよ。借りは払うよ。おお、えら景気がいいね。貸しはねこの半分もあればいいんだよ。何ブツブツ言ってんのさ。お釣りの分はお酒持ってきてくれりゃいいんだよ。一体どうしたんだい。お前さんの知ったことじゃない。安心をし。偽金でもなきゃ盗んだんでもないんだから。いや別にそんなつもりで言ったんじゃねえんだよ。なんだい鳩が豆でっぽくったような顔してさ。子供を売った酒、それほどうまいか。そうですとも。こんなにおいしいお酒飲んだことないわ。だってそうでしょ。あの子のおかげでこの5年間っていうもの体中に蜘蛛の巣がまつわりついてどうにも身動きできなかったんだもん。それがいっぺんに消えちまってせいせいしたわ。今夜の私は日本晴れ。江戸中どうなって走り回りたいくらいだわ。さあ飲んでくださいよ。私を見るのだ。この顔がお前の子供の行く末の顔だ。異人の父を持ったからといって母を思う子供の心に変わりはない。子供にとって母とはそれほど重いものなのだ。
な取らせやがってとんでもねえガキだ。ガキのくせにこの野郎しぶといだこの野郎。ちょっとお待ちください。この子どうなさるんです？買ったんでさ、見せ物小屋に出すためにね。赤毛の子供は珍しいんだ。待ってください。急ぐんだ。これじゃ首長くして待ってるんでね。いくらでお買いになったんでしょう？それ聞いてどうするんだ。私にお譲りいただきたいと思って。なんだって？安心したと見え眠りこけてしまいましたな。世はさまざま、我が子を売る鬼のような親があるかと思えば、縁もゆかりもないのに金をはたいて引き取る物好きなお方もいる。どれわしも寝るとしよう。おやすみなさいませ。おやすみなさい。京四郎様、お帰りなさいませ。この子は今日の昼間、五助に聞いた。よほど人の情けに飢えていると見え、すっかり懐いて。その子供に他人の情けはいらん。ではみすみすこの子を見せ物小屋にさらしてもよいとおっしゃるのでございますか？その子供が飢えているのは温かい母の心だ。何をなさいます？どこにその子を？この子の母親はどうした？ついさっきのことですが、いつも似合わずたった一本、やっとこさ飲んで一言もしゃべらずふらっと出て行きました。さあ門前仲町あたりの裏棚とか聞いていましたがね。美保代様は旦那様を王となさって。おれ、起きていなさったか。よう戻ってくれましたな。五助さん、すいませんが慎太郎はあちらに。さあわしと一緒に寝ような。だいぶん血を吐くでした。美保代のついの住みかはやはりここでございました。死んではならぬ美保代。初めて一晩中おそばに。幸せでございます。慎太郎、
そなたには私のこのように見えるのか。生まれながらに不幸を背負っている、まさしく私の子にふさわしい。京四郎様、せめて今日一日だけでも。薬をもらってくる。慎太郎、近づいてはなりませぬ。慎太郎、これからもずっとここにいる。じゃあ私の子になってもいいの？誰じゃ？何しに来た？何をなさるんです慎太郎。お主、見てもらうまでもない。真っ暗闇の無限地獄に落ちる己の運勢ははっきりと見えている。血の匂いがプーンと鼻をつく。その刀を捨てることだな。あいつ分かっとるらしいな。無双正宗を捨てろ。この剣は幾人の血を吸ったことか。そしてこれから覚善様は一度口にしたことは必ず成し遂げる。金60貫の在りかを思い出させるため慎太郎とかいう子供を預かっている。子供は金60貫と引き換えだ。明朝辰の国芝修験院御嶽坊へ来るがいい。でありましょうか。慎太郎は私が必ず連れ戻す。危のうございます。お死にになっては嫌です。美穂よはあなたを失いたくありません。京四郎様、さすが眠り京四郎、刻言通りだな。ご足労かけたな。大将、子供はどうした？おじちゃん。
無双正宗と聞いたが。無数の命を絶ってなお終水を変えておらんな。いかに京四郎、刀は主を選ぶと申すが、古今の名刀も数知らぬ血を吸えば病棟に落ちたと申すべきであろう。サールバだった白サールバ木形白サールバだったらターセンダウンタタッカーナマンダブナマンダブナマンダブ。金60貫のありかを教えてもらおうか。ここか。母の墓だ。暴くがよい。待て。先国の無双正宗は偽物だったな。二度と再び無双正宗に気は吸わせまいと心に誓ったが、お主らがそれを破らせた。慎太郎、目をつぶるのだ。母の御霊よ、円月殺法昇蘭があれ。おりちゃん。
京四郎様。いほよ、慎太郎が戻ったぞ。美穂よは信じておりました。京四郎様がきっと連れ戻してくださると。よかったな、坊や。リンドの花持ってきてあげるよ。さあさあさあ、向こう行こうな。気にすることはない。私を母上様のお墓にお連れくださいませ。美穂よ、私が背負っていってやろう。嬉しゅうございます。これでもう何も。待たせたな。お主、お願いの儀あって参上つかまつった。二度もで叶うことなら何の人。お手前以外に頼む御仁はござらん。この子を育てていただきたい。我が娘、我が孫への償いをこの子にぜひともお聞き入れ願いたい。幾分なりともお主の気が済むのなら喜んでお引き受けいたそう。京四郎、私よりその子を慎太郎、この方の言うことをよく聞くんだ。慎太郎、おいで。いい子じゃ、いい子じゃ。眠り京四郎は母の墓石の前に立った時、すでに血の痛みは自らの体から消えていた。円月殺法の中に確かに母を見たのであった。そして林道を捧げる京四郎は今こそ
母を許したのであろうか。かつて幼い日墓石を刻んだあの音がまざまざとよみがえってきた。そしてその音の彼方に母の叫びを聞いたのである。しかし京四郎は知っていた。いつかこの母の墓石の中に眠る日のこと。8月、焼けつく太陽。しなやかな長い髪を泳がせる風は生ぬるく、気だるさに落とした背には息苦しいほどの光が照りつける。そんな京都で眠り京四郎のキャメラは静かな呼吸を始めた。秋が過ぎ、厳しい冬が訪れ、間もなく桜が美しい姿に装いを変えようとしている。3月、眠り京四郎のキャメラは死んだ。また静かな京都にも夏がやってくる。しかし眠り京四郎は生きている。さよなら。雨が降る、風が吹く、花が散る、人の命も散ってゆく。見知らぬ国の見知らぬ道を、俺の孤独な影が行く。